こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとしてオフボーディングについて解説をしていきたいと思います。オフボーディングという言葉、聞き慣れない方も多いかもしれませんが、簡単に言うと従業員が退職の意思表示をしてから退職までの一連の流れについてということになります。多くの会社ではこの流れ採用しているかと思いますけれど、ここの見直しがですね、最近注目を浴びています。なぜかと言いますと、経済産業省が使い始めた言葉でアルムナイという言葉があります。こちらはですね、退職者に対して関係を築いていって再度雇用に結びつけるという活動の一つではありますけれど、このアルムナイ活動を高めるものとしてオフボーディングといったところが再注目を浴びている。従いまして、このオフボーディング見直しをする上でのポイントについて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずはオフボーディングとは何かについて解説をしていきます。そしてオフボーディングからつながるアルムナイですけれど、このアルムナイ制度、以前も動画では解説していますけれど、アルムナイ制度について見ていきたいと思います。そして再度企業の中で退職までの一連の流れ、オフボーディングを見直す際の4つのステップについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはオフボーディングとは何かですけれど、定義としては退職の意思表示から退職が完了するまでの一連のプロセスということになります。もちろんですね、普通の会社ではこの流れ採用しているかと思いますけれど、ただ日常業務、繁忙な業務に追われてそちらを優先をしてしまう形で退職への対応というのが後手になりがち、あまり十分な対応ができていないという会社が多いのではないでしょうか。このオフボーディング、退職までの一連のプロセス見直しの背景ですけれど、やはりですね、終身雇用の終わりといったところ、そして人材の流動化というのが今非常に激しくなってきているという状況の中で、退職者も珍しくない、そして労働市場の中でどんどん転職というのも活発化しているといった状況。またアンケート調査によりますと、退職者の 55.4% の半数を超える方が会社に対して退職において好意が薄れた、そして嫌いになったと回答しているという事実もあります。この退職に関しての手続きにおいて会社に対しての好意、もしくはそういった嫌いになってしまうといった方が多い、こういった状況を改善をしなければいけないといった背景があります。そしてこのオフボーディング、取り組み改善をすることでどういった効果があるのかですけれど、まずは退職率の改善といったところが挙げられます。今全体の退職率平均はですね 15.4% と言われております。ただ一般労働者は 12.1% なんですけれど、パートタイム労働者に関しては 23.8% という形で非常に高い退職率という状況になっております。なかなか昨今正社員が採用できない中で、パートタイム労働者の方の戦力化というのが注目を浴びている中で、こういったパートタイム労働者の方の離職率が高いと、なかなか企業の業績向上に結びつかないという状況があります。また突発的な退職の防止といったことで、こういったものが生じますと業務の引き継ぎの問題が影響してくるという状況です。また2025年4月からですね、自発的離職における給付制限というのがさらに短縮化をすると、場合によってはもう即日支給という可能性が出てくる、そういった中でですね、退職者が増えてくる状況がどんどん見えてきている中で、突発的な退職というのを防止をしていかなければいけない。またオフボーディングからつながるアルムナイ活動においてはですね、企業ブランディング効果ということでアルムナイ制度の相乗効果が非常にいいということで、やはりアルムナイ活動に関しましては企業への好意が薄れた、嫌いになったといったところは致命傷になりますので、それを防ぐためにもオフボーディングの見直しという形、
またオフボーディングにおきましては十分な対応ヒアリングをすることで既存の従業員の労働環境の改善にもつながるといったところで、こういったメリットがありますので、オフボーディングというのが今見直しをされているという状況になっております。ではこのオフボーディングですけれど、アルムナイ活動との相乗効果といったところがありましたけれど、ではアルムナイ活動、アルムナイ制度というのはどういったものなのかについて解説をしていきたいと思います。詳細はですね、別の動画で詳しくご紹介をしておりますけれど、アルムナイというのは卒業生ですとか同窓生というのを意味する言葉で、企業においては退職した社員という意味合いで使っております。そしてこのアルムナイに関しましては、退職者と会社が新しい付き合い方を模索している、取り組んでいるということで、アルムナイネットワークという言い方をされております。このアルムナイネットワークですけれど、離職した人が再び採用するための活動をしていくというのがアルムナイ活動で、この一連の流れをアルムナイ採用と言っています。日本で多く採用されているのは再雇用制度になるかと思いますけれど、この再雇用制度、実施率としては約7割の会社が導入をしているわけですけれど、このアルムナイ活動、アルムナイ採用と再雇用制度の違いというのは、積極的な働きかけを行っているかどうかといったところが大きな違いになってきています。したがって今現状再雇用制度を採用している会社においてもですね、今後離職者の積極的な活動、働きかけを行うことでアルムナイ活動、アルムナイ採用に結びつけていくといったところがアルムナイ制度になってくるといった状況です。こちらですね、2022年にですね、経済産業省がアルムナイというアルムナイネットワークという言葉を使い始めたところをきっかけに最近注目を浴びているものではあります。では、このアルムナイ活動をより活発化、より効果的にするためのものとしてのオフボーディングですけれど、この見直しのポイントですね、4つのポイント、もちろん当たり前の流れではあるんですけれど、再度自社の中で取り組んでいるかどうかを確認をしてほしいと思います。まずは従業員が意思表明をしたところで、やはりここは退職理由の引き出しをしっかりしてほしいと。そこでですね、やはり退職理由ってなかなか会社に正直に言えない部分がありますので、やはり結論を急がない、本音をきちんと引き出していただく、こういったところが非常に重要なポイントになってくる。その上で上長面談ということで、まずは会社に対して重要な人間なので、残ってほしいといった形、その引き止め、そしてその一方で個人の意思の尊重といったところですね、ここでやはり退職の意思の変更の余地があるのかどうかといったところ、そして同時に今までの勤務に関しての感謝というのをしてほしいと思います。そしてその上で退職の決定、引き継ぎとなってきた場合にはですね、引き継ぎの遠隔化ということを取り組んでいただくという形になります。もちろんですね、退職者は裏切り者という会社も思う会社も多いかと思いますので、やはり退職まであまり周囲に周知されないというケースもありますけれど、やはり退職に関してはきちんとした周知、そしてアルムナイというのを活動をやっているということも、退職予定者の方に伝えてあげてください。そして退職日においては、退職者がいい会社だったと思えるような退職を迎えるような形で対応してあげる、退職者の安心感、そして今後も関係は続いていくといったところをですね、退職者の方に教えてあげてほしいと思います。こういった4つの点をですね、注意をして退職までの流れ、行っていただければと思います。最後に注意点とまとめになりますけれど、オフボーディングですけれど、この見直し、手続きだけを見直しただけでは、うまく運用できないという形になります。やはりですね、上長管理職の意識改革というのは非常に重要になってきますので、そういった各管理職への研修というのをしっかり行ってほしいと思います。また退職一連の手続きについてもですね、マニュアルがガイドライン等を作成をして進めていくというのは個人の差がなくなりますので、非常に重要かと思います。このアルムナイですけれど、非常に今後の採用に対してメリットがあるというわけではだけではなく、やはりですね、アルムナイ経済圏、いわゆる離職者同士がつながっていく
といったところで、アルムナイ経済圏でやはり経済的規模も大きいというふうに言われております。いわゆる離職者同士の個人間の取引を含む市場規模でいきますと、概算で年間1兆円ほどというふうに言われておりますが、退職した人と会社との取引のみの場合だと市場規模は約4400億円という形で、やはりですね、退職者同士のつながり、そういったコミュニティといったところがですね、今後企業の業績にも寄与してくるという形になりますので、アルムナイ活動にも取り組んでいただきたいと思います。やはりですね、退職者と良好な関係を築いて、それによって企業の成長も図っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。